家族だからという言葉は、時に温かい絆を表しますが、時に逃れられない呪縛となって人の心を縛り付けます。特に長年苦しめられてきた毒親からの頼み事、それも自分の人生を大きく揺るがすような思い願いを突きつけられたとき、私たちはどうすればよいのでしょうか。今回は、ある45歳の女性が直面した、あまりにも理不尽で、しかし、決して他人事とは言い切れない深刻な悩みについて考えてみたいと思います。親子の縁、介護の責任、そして自分自身の人生を守ること。その狭間で揺れる心に寄り添いながら解決の糸口を探っていきましょう。彼女は現在45歳。独身です。20歳で実家を飛び出して以来、たった一人で生きてきました。経済的な援助はもちろん、精神的な支えすら誰にも求めず、歯を食いしばってキャリアを築いてきた彼女。その強さの裏には、決して癒えることのない深い傷がありました。彼女の実家には、75歳になる両親と3つ年上の兄が暮らしています。この兄こそが、彼女の人生に暗い影を落とした元凶でした。兄は大学卒業後、一度は就職したものの人間関係につまずき、わずか1年で退職。それ以来20年以上もの間、定職に就かず、実家に引きこもっています。いわゆる8050問題の典型のような家庭です。しかし、問題はそれだけではありませんでした。彼女がまだ中学生だった頃から高校を卒業するまでの間、彼女はこの兄から性的虐待を受けていたのです。当時、彼女は必死の思いで母親に助けを求めました。お兄ちゃんが怖い、助けて、と。しかし、母親の反応は、彼女を絶望の底に突き落とすものでした。母親にとって、兄は自慢の長男であり、溺愛の対象。母親は、あの子がそんなことをするはずがない。あなたの気が変になったんじゃないのと彼女の訴えを一蹴したのです。信じてもらえない悲しみ、守ってもらえない恐怖、何より自分は母親から愛されていない、嫌われているのだという確信。実家は彼女にとって安らげる場所ではなく、恐怖と孤独が支配する地獄でした。ここにいたら私は壊れてしまう。その本能的な危機感が20歳の彼女を家出同然の独立へと駆り立てました。それ以来、両親との連絡は必要最低限。冠婚葬祭以外で顔を合わせることもなく、心の距離は絶縁状態に近いものでした。そんなある日、突然、実家から連絡が入りました。久しぶりに会った両親は、すっかり年老いていました。そして、彼らの口から出た言葉は、彼女の耳を疑うようなものでした。私たちも高齢になって、もうお兄ちゃんの面倒を見るのが体力的に限界なんだ。金銭的にも余裕がない。貯金も底をつきそうだ。だから私たちが死んだ後、あの子のことはお前に頼みたい。さらに両親は衝撃的な事実を打ち明けました。引きこもりの兄は長年、両親に対して激しい家庭内暴力を振るっていたのです。両親は世間体を気にして警察にも通報できず、誰にも相談できずに耐えてきたといいます。お兄ちゃんが怖くて、もうどうしようもないの。助けて。かつて彼女が泣きながら発した SOS を無視した母親が、今度は自分たちが被害者になった途端、かつて見捨てた娘に助けを求めているのです。自分たちが育て上げた兄の面倒が見きれなくなったから、今度は私に背負えというの？怒りと呆れで彼女は言葉を失いました。兄の暴力が怖くて
外部に助けを求められなかった。それはかつて兄の性的虐待に怯えていた私と同じではないか。あの時あなたたちは私を見殺しにしたのに。産んで育ててくれた親だから恩を返すべきなのか。でも私が一番苦しかった時に助けてくれなかった人たちをなぜ私が助けなければならないのか。彼女の心の中で激しい葛藤が始まりました。いっそ絶縁してしまいたい。けれど世間一般の常識で考えれば、困窮する親を見捨てることは冷酷な娘として批判されるのではないか。自分は間違っているのだろうか。彼女は今深い迷路の中にいます。このケースは単なる親の介護や兄弟の世話という枠組みでは語りきれない非常に複雑で残酷な構造をはらんでいます。まず整理すべきは両親の身勝手さの本質です。両親は兄という爆弾を抱え込み、それが自分たちの手で制御できなくなった途端、安全な場所に避難していた娘にその爆弾を投げ渡そうとしています。これは家族の助け合いではなく、責任の押し付けに他なりません。特に許しがたいのは、過去の虐待に対する清算が全くなされていない点です。母親は娘の訴えを妄想として退けました。それは娘の人格を否定し、魂を殺すに等しい行為です。その事実を棚上げにしたまま、家族なんだからというカードを切るのは、あまりにも都合が良すぎます。しかし、彼女を苦しめているのは、世間の目という呪いです。親を捨てるなんて親不孝だ。兄弟は助け合うべきだ。こうした社会通念は、健全な家庭環境を前提としたものです。虐待やネグレクトがあった機能不全家族において、この一般論を適用することは、被害者を再び追い詰める二次加害になりかねません。両親は今、自分たちが弱者であることを武器にしています。高齢であること、金銭的に困窮していること、DV の被害者であること。確かに彼らは今、支援が必要な状態かもしれません。しかし、だからといって、その支援者が、かつて彼らが傷つけた娘でなければならない理由はどこにもないのです。彼女が抱く、助けたくないという感情は、冷淡さから来るものではありません。自分の尊厳を守ろうとする正常な防衛本能です。助けて欲しかった時に助けてもらえなかった。この事実は親子の信頼関係を根底から破壊するのに十分な理由です。信頼関係のない相手に対し自己犠牲を伴う献身を行うことは不可能です。それでも彼女が迷うのは彼女が根源的に優しく責任感の強い人だからでしょう。そして心のどこかでまだ親に愛されたい。親に認められる良い娘でありたい。という叶わぬ願いの残滓を抱えているからかもしれません。ですが、あえて厳しい現実を言わなければなりません。この両親は彼女を娘として愛しているから頼っているのではなく、都合の良いリソースとして見ている可能性が高いのです。彼女の人生や幸せよりも、自分たちの老後の安泰と息子の世話係を確保することを優先している。その事実に気づいたとき、彼女が取るべき行動はおのずと見えてきます。では、彼女は具体的にどうすればよいのでしょうか。結論から言えば、彼女は兄の面倒を見ることも、両親の生活を丸抱えすることも、きっぱりと拒否していいのです。ここに彼女が自分を守るための具体的なステップを提案します。1、できないと明確に伝える。まず、曖昧な態度は禁物です。
私も大変で、と言葉を濁すと、両親は余裕ができれば助けてくれるかも、と期待し、必要に迫ってくるでしょう。私には私の生活がある。兄のことも、両親の金銭的な援助も、一切引き受けることはできない。と、毅然とした態度でノーを突きつける必要があります。これは冷酷なことではなく、自分と相手との間に健全な境界線を引く行為です。2. 公的な支援につなげる。親を見捨てることに罪悪感があるなら、直接的な世話ではなく、プロへの引き継ぎを行いましょう。両親と兄の状況は、もはや家庭内で解決できるレベルを超えています。高齢者への DV、引きこもり、経済的困窮。これらは行政が介入すべき事案です。まず、地域包括支援センターへ相談する。両親が高齢で生活が立ち行かないこと、兄からの虐待があることを伝えます。次に、生活保護の申請を促す。両親の貯金が尽きるのであれば、生活保護の受給を検討させます。生活保護には扶養照会という手続きがあり、子供に援助できますか？という連絡が来ますが、これには金銭的援助はできない。過去の虐待による絶縁状態という理由で断ることが可能です。自分たちで面倒を見られないなら、行政のプロに任せる。これが唯一にして最善の解決策です。彼女が身を削って世話をする必要はありません。行政という外部の目を入れることで閉ざされた家庭の海を出すのです。3. 物理的かつ心理的な絶縁。必要であれば電話番号を変える、住所を教えないなど物理的な距離をさらに置くことも検討すべきです。そして何より大切なのは心理的な絶縁です。親の不幸は親の責任。兄の人生は兄の責任。そう割り切り、彼らの問題を自分の問題として背負い込まないことです。世間の批判が怖いと感じるかもしれません。しかし、世間の人々はあなたの壮絶な過去を知りません。事情を知らない人の無責任な正義感にあなたの人生を左右される必要は1ミリもないのです。もし誰かに親不幸だと言われたら、心の中でこう言い返してください。私は20歳まで地獄の中で親孝行を済ませました。これからの人生は私だけのものです、と。今回のテーマである親の頼みは毒親であっても受け入れるべきかという問いに対して答えは明確です。受け入れる必要はありません。逃げていいし拒絶していいのです。彼女の両親は彼女が一番助けを必要としていた時に親としての役割を放棄しました。その時点で彼女が親に対して負うべき精神的な負債は消滅しています。両親のエゴを受け入れ、兄の面倒を見る人生を選べば、彼女の未来は確実に閉ざされます。兄の暴力に怯え、介護に追われ、自分の幸せをすべて犠牲にする日々が待っています。それは、かつて彼女が必死に逃げ出したあの家の地獄へ、自ら戻るようなものです。彼女が今すべきことは、両親を助けることではありません。過去の傷を抱えながらも、20歳から一人で懸命に生きてきた自分自身を抱きしめ、守り抜くことです。冷たい娘だと思われたくないという思いがあるかもしれません。でも、自分を大切にできない優しさは、ただの自己犠牲です。彼女が幸せになること、笑顔で生きていくこと、それが彼女自身に対する最大の責任なのです。もしあなたが彼女と同じような境遇にいるのなら、
どうか自分を責めないでください。親との縁を切ることは決して敗北ではありません。それはあなたがあなた自身の人生を取り戻すための尊い自立の最終章なのです。窓の外を見てください。世界はこんなにも広く自由です。重たい鎖を断ち切った先には誰にも邪魔されない穏やかで優しい時間が待っています。あなたはもう誰かのための犠牲にならなくていい。今日からあなた自身のためにおいしい紅茶を入れ、好きな場所へ行き、心から笑って生きていってください。あなたの人生の主人公は他の誰でもないあなた自身なのですから。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねを押していただけると励みになります。よろしくお願いいたします。